まずは準備です。マカロン生地用に丸型の口金で絞り袋を作ります。クリーム用に星型の口金で絞り袋を作ります。天板にクッキングシートを敷きます。クッキングシートと同じサイズの紙を用意します。直径3センチの円を描きます。ペットボトルの蓋が直径3センチなので便利です。次はマカロン生地作りです。材料はこちらです。粉類を振るう間、卵白 33g を冷凍庫に入れておきます。袋にアーモンドプードル 40g を入れます。粉糖 40g を加えます。よく振り混ぜます。2回ふるっておきます。60度程度のお湯を用意します。冷凍庫に入れていた卵白 33g はこんな感じです。卵白 33g のコシを切ります。卵白 33g にグラニュー糖 30g を加えます。湯煎しながら混ぜて50度まで温めます。レモン汁を数滴加えます。中高速で泡立てます。ゴムベラで壁面の卵白を混ぜ入れます。再び中高速で泡立てます。低速で混ぜ泡を均一化します。泡立て後の温度はここまで下がります。スイスメレンゲの硬さはこれぐらいです。先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。底からすくうように優しく混ぜます。再び先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。再び底からすくうように優しく混ぜます。また先ほどの粉類の約3分の1量を加えます。また底からすくうように優しく混ぜます。マカロナージュ前はリボン状に落ちないです。生地をボウルに押し当てマカロナージュします。
カロナージュ後はツヤが出てリボン状に落ちます。粉末コーヒー 2g を加えます。そこからすくうように優しく混ぜます。オーブンを150度に予熱します。生地を絞り袋に入れます。クッキングシートの上に円状に絞り出します。トントンしてマカロンの表面を平らにします。絞り跡や気泡を爪楊枝で潰します。余った生地は口金側をラップと輪ゴムで固定します。絞り袋は空気が入らないようにして口を縛ります。涼しい場所に置いておいて後で焼いてください。紙を抜き取ります。150度に予熱したオーブンで4分間焼きます。 1,2 秒間オーブンを開けます。150度で9分間焼きます。すぐにひっくり返してシートを剥がします。ひっくり返したまま粗熱を取ります。ピエもできています。裏面はこんな感じです。次はデコレーションです。材料はこちらです。4、50度のお湯を用意します。黒色のチョコペン1本を温めます。マカロンに黒色のチョコペンで線を描きます。コーヒービートをチョコの上に乗せます。同じものを計8枚作ります。涼しい場所に置いておきます。次にコーヒーガナッシュクリーム作りです。材料はこちらです。ミルクチョコ 50g を細かく砕きます。5、60度のお湯で湯煎して溶かします。生クリーム 50ml に粉末コーヒー 2g を入れます。ラップをします。500W の電子レンジで30秒間温めます。スプーンで混ぜて溶かします。湯煎中のチョコに加え混ぜます。氷水で冷やし適度な硬さにします。絞り袋に入れます。次に組み立てです。マカロン8枚にクリームを絞ります。チョコをかけたマカロン8枚で挟めば完成です。断面はこんな感じです。次に注意事項です。コーヒービートは冷蔵すると変色します。プレゼントする場合は直前でつけてください。最後に美味しい食べ方です。
トレーなどに入れラップをします。冷蔵庫で30分ほど冷やしてクリームを固めます。固まったら1個ずつラップで包みます。タッパーや袋で密閉します。冷蔵庫で一晩から2日間寝かせます。食べるときは室温に戻すとより美味しいです。手作りなので冷蔵3日以内で食べてください。皆さんこんにちは、パンダパパです。パンダママです。レシピ動画いかがだったでしょうか。本日は乾燥なしマカロンの第3弾コーヒーマカロンを作ってみました。イエーイ。今回もまたリクエストです。はい、今回はかずみさんよりコーヒーマカロンを作ってほしいとリクエストいただきました。はい、やっと作りました。お待たせいたしました。お待たせいたしました。で、今回は2点ポイントがございます。まず1点目は粉末コーヒーをマカロン生地に加えるタイミングはマカロナージュが終わったタイミングで加えております。はい、これはですね、このタイミングで加えることによって綺麗な模様にしております。はい、実際ですね、アーモンドプードルとかと混ぜて粉末コーヒーを入れてしまうともう十分に混ざってしまって茶色一色のマカロンになってしまうんですね。そうですね。で、今回はできるだけ綺麗な模様綺麗な模様、はい、綺麗な模様のマカロンを作りたいなと思っていたので、はい、マカロナージュが終わったタイミングで加えております。はい、続きまして2点目のポイントです。コーヒービートがですね、冷蔵庫に入れてから室温に戻すと結露しやすいんですね。はい、で、その結露したところが白い点々になっちゃってちょっと見た目が悪くなっちゃうので、はい、もしねプレゼントとか、友達が家に来た時に出したいとかですね、そういう人に渡したいっていう方がいらっしゃったらコーヒービートはなるべく直前につけていただきたいです。はい、なのでですね、マカロンにチョコペンで線を描くところまではやっていただいて、コーヒービートを乗せずにマカロンを完成させて冷蔵庫で保存しておいて、でその後、お渡しする直前または家に来てお出しする直前にコーヒービートにチョコペンでチョコをつけて上に乗っけていただく、そのようにすれば綺麗な状態で他の方にお渡しできると思います。はい、思います。で、食べた感想なんですけども、口いっぱいにコーヒー風味が広がります。はい、上に乗ってるコーヒービートがいいアクセントになっています。そうですね。コーヒーね大好きなんでね、もう作ってる時からすごいいい香りがしてて、もう食べるのとっても楽しみにしていました生地にもねクリームにもコーヒーが入っているんで、コーヒー好きにはたまらないマカロンになってるんじゃないかなと思います。はい、コーヒー好きの方ぜひ作ってみてください。はい、では今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。パンダワンタンは YouTube 内でマカロンレシピ動画を公開しております。わかりやすいをコンセプトに時間をかけて動画を作っております。お時間ある時にでも一度見ていただけましたら幸いです。また、クックパッドや Twitter など他の SNS もやっております。詳細は概要欄に載せておりますので、そちらもフォローいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。